ドイツからグーテンターグ、おまちゃんキッチンへようこそ。今日はドイツのクリスマスクッキーの一つ、スペクラティウスを作ります。こんな風な形をしているお菓子なんですけれども、いっぱい香料が入ったお菓子です。香料ですけれども、今日はすでにブレンドされているものを使います。15g ぐらい入っています。形もいろんなものがあって、特別な器具が、この形を作る器具があるんですけれども、今日は私は家にあるもので作りたいと思います。このような綿棒を、この間いただいたんですね。それでこれを使って模様を作って、そして後で四角い型で切り取ろうと思います。スペクラティウスっていう名前の由来なんですけれども、ラテン語のスペクルムっていう言葉から来たものだと言われています。スペクルムの意味は鏡という意味だそうです。型に入れて焼いたクッキーは出来上がるとね、反対になるんですね。模様が反対になって、模様と形が反対になって、出来上がるからだそうです。そしてまたニコラウスっていうのはドイツ語なんですけども、サンタクロースのことですね。ニコラウスのモデルになったと言われている聖人の別の名前がスペクラトアっていう名前なんですって。それで、そういうことからニコラウスから来ているっていう説もあります。それでは材料をご説明しますね。いつものように概要欄に記載しますので、そちらもよろしければご覧ください。まず、薄力粉ですけれども、ドイツ語で言うと、メールタイプ405っていうお菓子を作る、小麦粉ですね。それを 250g 使います。そして黒糖なんですけれども、100g 使います。この黒糖ですけれども、ドイツの黒糖って何かなって思って調べたら、なんかね、よく似たのがありまして、こういうのを買ってきました。フォロワーツッカー。前に、お菓子を作った時には、お菓子じゃなくて、小豆だったかしら。作った時に、これを使ったことがあるんですね。以前にも。そして、フォロワーツッカーっていう、この白いのと、茶色のいいのがあるんですけれども、今日は茶色い方を使おうと思います。っていうのはね、このクッキーが色がついた方が、なんかいいような気がするんですね。市販のもね、茶色が濃いんですよね。ですから私もこの茶色い方のフォロワーツッカーを使おうと思います。で、これってね、空気に触れるとすぐ硬くなっちゃうので、私はこの袋に入ってたのがものすごく硬くなったので、ミキサーで粉々にしました。そしたらこんな感じになりました。で、これを 100g 使います。それから粉末アーモンドを 100g 使います。塩を一つまみ。塩だったら何でもいいんですけれども、私はいつも使っているこのピンクのヒマラヤ岩塩を使います。それからスペクラティウスの香料が混ざったものですね。これ市販のものを今日は使いますけれども、これね、15g 入りなんですね。そして小麦粉が、薄力粉がそれに対して500って書いてあるんですよね。だからこの半分使います。だから要するに 7g から 8g 使おうと思います。それから室温に戻しておいたバターですね。これ無塩バターなんですけれども、私が使ってるのはいつも無塩バターです。で、これは 125g 使います。要するに薄力粉の1/2バター入れます。そしてやはり室温に戻しておいた卵ですね。全卵1個使います。卵を入れない場合には、この卵の代わりに牛乳を大さじ2から3杯入れるといいと思います。粉とバターだけでは固まりにくいので、牛乳を入れたりするんですけれども、今日は私は卵でします。卵1個分ですね。全卵使います。では作ります。まず、容器に小麦粉をふるって入れます。黒糖を入れます。塩一つまみ。
粉末アーモンド。香料ですね。入れます。粉物が全部入ったので、まずこれをかき混ぜます。粉物が混じりましたので、今度は室温に戻して柔らかくしたバターを入れて、またかき混ぜます。バターが馴染んできましたので、ここで卵を全卵を入れて、もう一度かき混ぜます。ここで一応混ざったので、今度は手でこねます。硬さはだいたいこんな感じです。今度はこれをラップで包みます。ラップで包んだら、これを2時間ぐらい冷蔵庫に入れておきます。冷蔵庫に入れておいた生地を出してきました。硬くなっています。今度は伸ばします。伸ばすんですけれどもね、直にここで伸ばすと、ここにくっついてしまうので、ここに小麦粉か、もしくは粉砂糖を敷きます。生地ですね。これがすごく柔らかい場合には、柔らかいっていうと、こねた時にすごく柔らかかった場合は小麦粉でも大丈夫なんですけれども、ちょうどいい具合だったら、小麦粉ではなくて、粉砂糖の方がいいかもしれません。私はね、今日卵がね、大きかったみたいで、ちょっと柔らかめだったんですね。ですから、小麦粉を敷きます。そして、のし棒でのします。3ミリぐらいの厚さに今日はしようと思います。そしたら先ほども、ご説明したように、今日は私はね、これでね、こののし棒を使って、ここに模様がついているので、こんな模様ですね。これをつけてみたいと思います。で、これにまた小麦粉か、粉砂糖をつけて、ここから端から端までに力を入れて、体重をかけるように押します。そうするとね、模様がつきます。一番最初にも言いましたけれどもね、スペクラティウスの場合は専用の型抜きがあるんですけれども、ちょっと、それを私持っていないので、これを使いました。ほら、小麦粉をまぶすとよくわかるでしょ、模様が。模様が出てきましたけど。このように模様になりました。そしてこれをね、今日は四角の型を使って、長方形ですね。長方形の型を使ってくり抜いていきます。鉄板にシートを敷いて、その上にどんどん並べていきます。今日私はこのような長方形の型で抜きます。で、鉄板に並べます。
そして残った端っこも、これでもう一度伸ばして型抜きします。そしてオーブンを180度に予熱しておきます。あらかじめ予熱しておいたオーブンに入れて12、3分焼きます。焼き上がりました。焼き上がり具合なんですけどね、どうやって焼けたかっていうと、見るのにはこうやってクッキーをね、なんかでここに上げてみるんですね。そうすると張り付いてこないで、張り付かなければ焼き上がったってことです。あまり焼きすぎるとすぐ焦げますので、私はこのくらいにしました。これは180度のオーブンに13分入れました。この厚さによるんですけどね、3ミリって言ってもね、定規で測るわけではないですし、それぞれのオーブンによっても焼き具合が違いますので、様子を見ながら焼くといいと思います。そしてこれを冷まします。このように網の上に乗せて冷まします。そして冷めたら、こんな風に、このような缶に、何でもいいですけども、缶に入れて、このような缶に入れて、湿らないように、湿気を吸わないように保存します。そしてプレゼントなんかにするときにね、私はこのようにクリスマス用の紙に入れたりして、透明の袋に入れたりして、リボンで結んでプレゼントしたりしています。クリスマスの香りがするこのクッキー、簡単でとっても美味しいので、ぜひお作りください。私は今日はこのように長方形にしましたけれども、星型にしたり、いろんな形にしても面白いと思います。スペクラチウス用の型に入れて作ってもいいと思います。他にもドイツのクリスマスクッキーの動画を公開していますので、興味のおありの方はどうぞご覧ください。いろいろ作ってご感想をコメントしていただけるととっても励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの動画がお気に召しましたら、いいねクリックしていただけると嬉しく思います。それでは皆さんお元気でお過ごしください。チュース